皆さん、こんにちは。株式会社富士通研究所の井上と申します。本日は弊社で開発中のトラストデータ技術とそのユースケースについて私、井上、そして同じく研究員の西巻の方からご紹介させていただきます。さて、デジタルトランスフォーメーションが進む昨今、我々の世の中はますます便利になってきています。例えば、様々な形式のオンライン決済技術が出現し、それらは我々に新しい購買体験をもたらしています。個人の購買履歴や位置情報を活用し、店舗の在庫状況等も照らし合わせて、顧客の需要にマッチする電子クーポンを発行するといったサービスも出てきております。また、依然として新型コロナウイルスが猛威を振るっておりますが、それに対抗すべく、研究成果やデータのオープン化によって世界規模で新薬の開発が加速されています。このようにデジタル化によってかつては考えられなかった新しいサービスが私たちの手の中で実現できるようになりました。しかしながら、取引先のその企業は信頼できますか？また、利用したいそのデータは信頼できるものですか？個人にまつわるデータの受け渡しを安全に行えますか？というように、データ社会におけるトラストに関しては課題があります。そこで弊社では、ブロックチェーンを使ったトラストデータ技術を開発しております。デジタル上で個人にまつわる様々な情報を安全かつ高信頼に連携可能にする IDYX、データの加工や流通の履歴をエンドトゥエンドでトレース可能にするチェーンデータリネージュ。そして午前中のセッションでも紹介しておりますが、異なるブロックチェーン基盤をまたいで仮想通貨の決済を実行できるコネクションチェーン。本発表では、この後 IDYX と CDL についてそれぞれの技術概要とユースケース、実証事例を紹介させていただきます。ではまず、アイデンティティ情報の連携交換技術 IDYX を紹介いたします。IDYX は分散型かつ自己主権型アイデンティティをコンセプトとするデータ交換システムです。さて、企業や事業者は個人ユーザーに関する様々な情報を保有しております。例えば、氏名、住所、電話番号、生年月日などの個人情報であったり、勤め先の企業であれば、所属や役職など、また、大学の成績情報であったり、資格情報、病院のカルテなどもそうです。様々な企業や事業者が保有している、それらの ID 情報を IDYX ではデジタルの証明書として本人のもとに取得し、ID 情報を一括管理できます。そして、その証明書をもとに、他の企業や事業者に自身の ID 情報を提示することができます。情報の詐称を防ぎつつ、企業間をまたがる個人データ利活用をユーザー本人の意思で促すことができます。我々は、ハイパーレッジャーインディのベリファイアブルクレデンシャル、検証可能な証明書技術を拡張して IDYX を実装しています。ハイパーレッジャーインディの SDK で提供されております証明書の発行及び検証機能をベースとして、それらの実行をコントロールするための独自 API、ユーザー間で証明書をセキュアに交換するためのハブ通信機能などを開発、実装し、個人ユーザーや企業、事業者様が安心して操作できるような UI に仕立てております。ユーザーは IDYX アプリケーションを通じて自身の ID 情報がある企業から証明書という形で手元に集まってくる。そしてその証明された ID 情報を自由に組み合わせて他の企業や他のユーザーへ送付できるという体験ができます。さて、
具体的なユースケースとして IDYX を活用した実践活動の例を2つほど紹介いたします。1つ目は、個人データの企業間連携の実証として、クレジットカード会社の JCB 様、そしてメガバンクのみずほ銀行様と合同で行っている取り組みでございます。2つ目に紹介しますのは、サイバーエージェント様との共同実証プロジェクトでございまして、オンラインでの服薬指導向けに安全かつ確実な医薬品デリバリーを実現するためのデータ連携システムの取り組みでございます。1つ目の実証では、まず実証実験参加者について JCB 様とみずほ銀行様のそれぞれで保有されている ID 情報をデジタル証明書として参加者本人に発行していただきます。参加者は JCB 様、そしてみずほ銀行様から送られてきた自身の情報を見て、古い情報や誤った情報が登録されていないかなどを確認できます。そこで、例えば JCB 様の方に登録されている情報が引っ越し前の古い住所のままだったというようなケースも出てまいります。そのような場合、その参加者はみずほ銀行様からは証明されている最新版の住所情報を JCB 様に送付するということも可能です。そうしますと、JCB 様はみずほ銀行様の証明、お墨付きをもって当該ユーザーの登録情報を最新化するというサービスを行うこともできます。2つ目の実証は、医薬品のオンライン販売に関わる薬局・ドラッグストア、そして配送業者、患者・購入者といった異なるステークホルダーの間において、医薬品の配送状況や授受の把握を可能とするサービスを目的としています。IDYX を実装したプラットフォームを用いることで、薬局やドラッグストアは病院・お医者様から発行された処方箋のデジタル証明書を持って間違いなく正しい患者にお薬を処方することができます。さらに、患者に正しく配達されたことを配達完了の証明や患者からの受領証明を持って確認・記録することができます。配送業者も配達先の患者が薬局からの処方証明を持っていることを確認することで、間違いなく正しい患者にお薬を届けることができます。薬の購入者である患者も、配送業者の信用を薬局からの配送依頼証明などを持って確認することができます。このような高信頼なオンライン服薬指導を目指して、サイバーエージェント様とともにデータ連携プラットフォームの構築を行ってまいります。以上で IDYX のご紹介を終わります。続きまして、複数間組織で信頼できるトレーサビリティを実現する CDL について、富士通研究所の西巻がご説明させていただきます。近年は企業や個人の間でデータ連携・利活用が活性化しており、データを連携することによる新しいビジネスへの期待が高まっています。また、昨今はコロナ禍の影響もあり、社会全体で安心・安全なデータ連携が急務となっています。こういった状況から、今後は信頼できるデータや物の連携と、それらの信頼性を保証する技術が必須になると考えています。そこで我々が開発した技術がチェーンデータリネージュ、略して CDL になります。CDL は複数のステークホルダーがいる環境でエンドトゥエンドのトレーサビリティを実現する技術になります。各組織でデータや物を処理したときに作られる加工の履歴と、データや物を他組織に送ったときに作られる取引の履歴をそれぞれブロックチェーン上に記録し、一連の処理をつなげて管理します。データの利用者はその重つなぎの履歴をたどることで、大元のデータや物がどのようにどこで生成されたものかを確認することができます。
このように組織をまたぐ横断的なトレーサビリティを実現することでデータ連携の信頼性を保証します。CDL の履歴はブロックチェーン上に記録するデータとローカルで記録するデータの2種類のデータで構成されています。ブロックチェーン上のデータは履歴対象の各処理に対する ID や URL などの参照情報のみを記録し、ローカル側ではより容量の大きい履歴のエビデンスとなる詳細情報を記録しています。これにより、ブロックチェーンには必要最小限の情報だけを保存するのみで済むため、高いスケーラビリティと口実するきめ細かいアクセスコントロールを実現しております。より詳細に CDL の特徴をご説明します。CDL の特徴は大きく3つあり、1つは履歴を時系列順及び逆時系列順の両方向で探索することができます。これはつまり、データを利用する人から提供する人をたどることだけでなく、データを提供した人から利用する人の方向へ履歴をたどることもできます。これにより、自分が提供したデータがどのように使われているかの分析をすることもできます。2つ目は、履歴データの改ざんが困難な点です。CDL の履歴のデータ構造は、ブロックチェーン同様のハッシュチェーンの構造を採用しているため、履歴の中の一部を改ざんすると、つながりのある履歴に記録されるハッシュ値と齟齬が発生するため、簡単に改ざんが検知できます。3つ目は、履歴にアクセスポリシーの設定をすることができます。一般的に、ブロックチェーン上に記録される情報は参加者全員に共有されるため、公開非公開の設定が困難です。CDL では、履歴の内容に関わる情報については、各組織のデータストアで管理する構成を実現しているため、公開情報を細かくコントロールすることができます。これにより、業務上のノウハウなどに関する情報は他組織に漏洩することなく CDL を利用することができます。次に CDL のユースケースについてご説明します。1つ目のユースケースは食品のトレーサビリティになります。CDL を食品のトレーサビリティに適用することで、牧場や加工工場、スーパーマーケットなどの小売店での加工や保管の履歴と配送に関する履歴をつなげて管理し、消費者からトレースすることができます。これは単に原産地の確認だけでなく、各工程での履歴までたどることができるため、どこでどれだけ温室効果ガスを発生させたかといったエビデンスを残すこともできます。これにより消費者から食品生産に関わる CO2 の排出量などの記録を確認し、より環境に優しい商品を信頼して選択・購入することができるようになります。2つ目のユースケースに医薬品流通での利用があります。医薬品流通においては、医薬品メーカーから薬品卸の販売実績や医療機関投薬実績の把握が困難であることが課題でした。医薬品メーカーとしては、それらの情報を収集したいのですが、組織を横断したプラットフォーム作りが難航しており、なかなかデータが集まらないといった状況があります。そこで CDL を活用すると、各薬品卸や医療機関での情報提供の実績を履歴という形で簡単に把握することができます。また、それら情報提供の実績によって、医薬品メーカーから報酬を支払うシステムを容易に構築できます。このように、情報に対するインセンティブを与えることで、よりデータ提供が活性化するデータ連携基盤の構築にも CDL は貢献できると考えています。CDL の説明は以上となります。最後にまとめです。本発表では我々が開発している IDYX CDL について技術説明と実証実験、ユースケースを紹介させていただきました。今後もこれらの技術開発を通して信頼できるデータ社会実現に向けて取り組みを続けていきます。以上で発表を終わります。ご視聴ありがとうございました。